最近はないですけど、やっぱ最初の頃は結構比べられたりしました。スーパーとかコンビニのパンに比べたら100円200円じゃない。パンだけ作っててもなかなか難しい時代になってくるんじゃないかなと。日常的に食べてもらうにはやっぱりパン屋さんとしてあまりにもちょっと高すぎて手が届きにくくなると、ちょっとそういう存在にはなれないのかなっていう。商品価値ですよね。商品価値をどこまで上げていけるか。パン作りに興味を持った、もともとお菓子作りが好きで、うちはちょっと片親だったので、ちょっとこう家でご飯とか作ることが多かったので、その延長線でお菓子屋さんになりたいなって思ったのがきっかけで、そういう学校に進んで、そこでパンに興味を持ったって感じです。なかなかやっぱりパンってちょっとこうフランスとかで言えば日常食な部分なので、手軽に食べてほしいなっていうところの思いでやってるので、あまりにもちょっと高すぎて手が届きにくくなると、そのパン屋さんとしてちょっとそういう存在にはなれないのかなっていう。踏み切れない、値上げしてもいますけど、やっぱりこう、適正かと言われるとどうなんだろうってところはありますけど、徐々にでも値上げしていかなきゃいけないなと思って、やっぱり物価高、エネルギーが高騰してたりとか、あと人件費もやっぱりちょっと最低賃金上がったりとか保険料が上がったりとかして人件費も上がってる中で、やっぱりその原資を生むためには販売価格をちょっとずつこう上げていかなきゃいけないのかなっていうところで。最近はないですけど、やっぱ最初の頃は結構比べられたりしました。100円200円じゃないのみたいなそのスーパーで袋売りされてたりするパンはやっぱり工場で大量生産されるんで、比較的低いコストで作られると思うんですけど、どうしても個人とかのそういう町のパン屋さんとかっていうのは、人手も使ってすごい手間暇かけて作ってるので、それなりにコストがかさむと思うので、そこら辺でやっぱりちょっとこう価格がスーパーとかコンビニのパンに比べたら一つ高くなっちゃうのかなと思いますね。もう一回行くんですね。そうです。もう一回生もの見たくないんで、はい。適応分でちょっと焼き色のつき方が違うので、こうコンベクションで焼いてちょっと色をそっちでつけるようにこねて、自分もやっぱり今2年目なんですけど、1年目は本当全部投資してきました。もう本当生活費はもうギリギリ最低限の生活できるぐらいで全部投資してみたいな。内装込み込みで2400とか。でも本当はもう1年オープンを遅らせる予定で計画立ててたんですけど、コロナで物価高になっちゃったじゃない。なっちゃったから、なるなってなったんですよね。でもしもう1年遅らせた時に、今例えばですけど、数百万貯金があったとして、例えば融資2000万受けて、じゃあ2000数百万でお店出すって今出せるかもしれないですけど、来年同じ額で同じ規模が出せるかってなった時に多分無理だなって思って、この今物価高になるって言われてる中で多分下がることがないって思って1年前倒しして出したんですよね。
経営も多分好きだったんですよね。そういうマネージメント的なことも好きだったので、自分でお店やりたいなっていうのがあって、なんかでも大変ですけど、そこにこうなんかやりがいとか充実みたいなものがあるんで、守られてるじゃないですか、サラリーマンって。その枠を得るってなったら、そう独立以外ないと思ってたので、そこにこうやりがいがあって、自分のこの実力で稼いで、楽しいと思います。自分の好きなものを作って認めてもらって、自分で自分に喝入れるしかないっていう。でもそういう人がやっぱ向いてると思います。なんかできないからって甘えてそこで終わっちゃったら、そこでなんか終わっちゃうじゃないですか。でもそこで甘えないで、じゃあこうフルベットしてでもスケールアップしたいって思うから、やっぱこう次が多分見えてくる。そこは多分変わんないと思うんですよ、どんな事業をやってる方たちでも。パン屋さんなので美味しいパンを作りたいなと思っていて、フィリングが美味しいとかよりもやっぱりパンが美味しいって言ってもらえることの方がやっぱり嬉しいので、バゲットだったり食パンだったりオーソドックスなシンプルなパンが美味しいって思ってもらえるようなパン作りを日々心がけて、それをお伝えして、そこに価値を持ってもらえればなと思ってます。まずは付加価値を伝えるために SNS で情報発信をして、例えばシュトーレン食べたことないとか、パネトーネ食べたことないとか、結構読んでくださる方が割と多いので、次の日とか配信した週には結構来てくださる方が多かったりします。自分は結構職人的な部分も残したいなっていう、なんか新しいものばっかり取り入れるんじゃなくて、やっぱ伝統的にこう残ってきたもので、そんなの古いって言ってみんながみんなやめちゃったら職人さんいなくなっちゃうんで、そういうのも大事にしていきたいし、職人魂みたいなの持ってる人がいても全然いいんじゃないかなって、そういう思いも多分大事だと思いますし、そういう思いに価値を持ってくださる方も絶対いると思うんで、そこを大事にしていきたいなと。自分がもしこういう仕事してなくて、誰か大切な人にご飯を作ってあげるっていう気持ちをやっぱ常に持ってないといけないので、やっぱりそういうちゃんと作業じゃなくて仕事としてやるべきだなっていうのはスタッフにも思ってもらいながら仕事をしてもらってるし、自分もそのスタッフに言うことで自分もやっぱり常日頃こう意識を持つっていうのは結構大事にしてますね。誰かが食べるんで自分じゃない誰かが食べるんで、忘れがちだけど忘れちゃいけないことだと思うかなっていう。まずこれからこう僕常に畑と一緒に仕事してるので思うのは、やっぱりこんだけ高い温度で農作物が安定供給できなくなってくると思うんですよね、これまで以上に。でそうすると絶対的にこう値段ってやっぱり当然上がってくるじゃないですか。で今でももうパンって日常品からちょっとずれてきてるので、当然使う側、作る側の存在価値もやっぱちょっと変わってきたと思うんですよね。今までは本当に日常楽しみとしてパンがあったと思うんですけど、それだけでお客さんが来てもらう時代ではなくなってくるのかなと思います。もっとやっぱり付加価値、お客さんが高い値段を出してでも納得してもらえるような付加価値を作ることと、かといって基本的な部分って変わんないんですよね。やっぱり美味しい生地を作る、美味しいパンを作るっていうのが大前提なので、そこができるかどうか。
っていうところと、なおかつ今、SNS をうまく使った方がもちろん集客はできる。でやっぱ集客できないお店は経営としてやっぱ難しくなってくるんですよね、実際。だからそこも必要だし、基本も必要。でもそういう時代に合わせていくことも必要だからパンだけ作っててもなかなか難しい時代になってくるんじゃないかなとは思います。商品価値ですよね。商品価値をどこまで上げていけるか。でそれがパンにプラスして何かを合わせるのか、パン自体の美味しさを上げていくのかだと思うんですよね。でも僕はやっぱパン屋なので、パン生地自体の美味しさをやっぱり高めていく努力をしなきゃいけないと思うし、単純に言うと何かを高級なものを合わせたりすると単価って上がるんですよ。でも原価も上がるので、利益率で考えると僕は生地をしっかり作って、でそれを適正価格ちゃんと利益を取れる値段で売ることの方が継続性のある仕事にはなると思います。でさっきも言いました SNS で集客するのもきっかけとしてはすごく大事だと思います。だけどそれに頼りすぎると、その SNS から注目され続けなきゃいけないっていうことを先に考えるようになると、ちょっとやっぱりパン自体の美味しさっていうよりは見せ方の方になってくるので、長い商売としてはすごくハードルが上がってくると思います。常に先を取っていかないといけないので、僕はそういうのはあんま得意じゃないので、できるだけ自分のパンをやっていきたいなと思います。流行りって漢字で書くと流れゆくなんですよ。怖くないですか？流れ行くんですよ。あれ流行ってるねって、そのうちなくなるんですよ。そう思うと、その感じを考えると、僕はやっぱそこで勝負はできないですよね。でうちはもう人がねいるところじゃないので、これが例えばね東京とか大阪とか福岡でも人がすごい動いて集まるところだったらそういう商売っていいんですけど、うちはそうじゃないので、自分のパンをやっぱり求めていきたいなと。だからよそがあれ作ってる、これね今これが流行ってるからじゃなくて、自分が美味しいって思うパンをやっぱり地元の、ね、お客さんがベースになるので、そういう人たちに向けて美味しく作れるかどうか、日々作れるかどうかっていうことの方が大事だと思います。ベースとしてはですね、商売のベースは僕そこだと思います。だからパン屋さんといっても商売の仕方がもういろんな今多岐にわたってるので、自分がどういう商売をしたいかっていうところによってやっぱ変わってくるんだと思います。売れるお店は売れると思うんですよ。でもやっぱお客さんから支持されないお店はお客さん来なくなってるんです。常にこの動きって絶対常にあってて、でもお客さんが来なくなる割合よりもいろんなところにいろんなお客さんが来る割合の方がたまたま多かったっていうだけの話で、そのやっぱ大きいのは SNS ですよね。だから実際食べて美味しいパンっていうよりも見た目で集客するところの方がもちろんお客さん来てましたけど、やっぱりいろんなものを盛り込みすぎて結局何を食べてほしいのか分かんないっていうのはやっぱちょっと避けたいなとは思います。全体のバランスでっていうのももちろんありますね。でも結局何を食べたか分かんないっていうところに落ち着いてしまってると、それはちょっと違いますよね。よくパンブームって言われますよね。なんかでもパン屋さんがすごい増えたっていうのはもちろんありますけど、やっぱもちろん淘汰される時代も来るだろうし、でもその常に繰り返しですよね。だから長い目で見ると結局は日々のパンをどれだけちゃんと作ってるかっていうところが長い商売につながってくるだろうと思います。
すごい、あとフランボワーズの風味もすごいするので、ぜひちょっと食べてみてから。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。